はい、セリカさんです。今回は HG デルタガンダム2号機を使って屋外でエアブラシ塗装をした時のガンプラへの影響具合を実験していきます。コンプレッサーは買えるけど塗装ブースまでは買えないって人がいると思います。そんな人のために塗装ブースがなくても塗装できるということを実験して少しでも塗装を始めるきっかけになればと思って今回やってみました。それでは早速やっていきましょう。塗装前に仮組みの状態を確認していきます。このガンプラはガンダムベースの商品で価格が2750円です。一般販売されているデルタガンダムが4620円なので、このガンプラの方が値段が少し安くなっています。外装がレッドを基調としたデザインとなっていて、一般販売されているデルタガンダムのゴールドメッキとはかなり印象が変化しています。このガンプラは普通のパーツなので値段が安くなっているのでしょうね。ウェーブライダー形態にもできますが、差し替え式となっています。差し替え式の方は作業が面倒ですが、しっかりパーツが固定されるというメリットもあります。説明書通りにパーツをつけていけばいいだけなので難しいことはありませんでした。変形機構を持たせることで関節が弱くなるくらいなら差し替え式にしてほしいと個人的には思っています。仮組みが終わったら分解して塗装準備をしていきます。塗装前に軽くゲート処理をします。レッドのパーツはアンダーゲートが多めに採用されてあまりゲート跡が目立たないようになっていますが、関節などのパーツはアンダーゲートではなかったのでゲート跡が目立つ箇所もありました。それでも側面にゲート跡があったので正面からはあまりわからないように配慮されています。ヤスリ跡は塗装でごまかすことができるので、ある程度ゲート跡が消えたら洗浄して塗装していきます。この動画を撮影している時は気温が高くて手の汚れがパーツについていたので、ヤスリ作業をやらなくても洗浄はやっていました。どうせ超音波洗浄機に入れて洗浄するだけなのでやっておいて損はないですね。洗浄後は早く乾燥するように食器乾燥機とは名ばかりのドライブースに入れて乾燥させます。自分の塗装環境を紹介します。タミヤのスプレーワークレボを使っていて30体ぐらいはこれで塗装しています。今は新型のスプレーワークレボ2が販売されています。さらにエアブラシなどは別途購入しているのでさらに金が吹き飛んでいます。塗装ブースは互換ブースを使っていて値段は3万円くらいだったと思います。塗装ブースも高価なものから安いものまでありますが、塗装ブースまで買うとなるとなかなかの出費になります。あと塗装ブースを置く場所も必要なので結構部屋の面積を取られます。塗装はベランダでするので先に養生しておきます。最近はスプレーでガンプラを塗装していたので毎週のようにベランダを養生する人間になっています。カインズの水性スプレーでの塗装もコメント欄にリンクを載せておくので気になったら確認してください。養生ができたらコンプレッサーなど塗装道具一式をベランダに準備します。電源コードの長さが足りなかったので延長コードを使って伸ばしました。塗装するときは窓を閉めるので電源コードの長さに余裕がないと閉められなくなります。準備ができたら塗装していきます。風よけはホコリよけのために段ボールの中でやる方法もありますが、実験なので一番塗装条件の悪いノーガード戦法で塗装しました。レッドのパーツにレッドの塗料を吹きかけているので分かりにくいですが普通に塗装できています。ただ風で塗料が流されないように圧力は室内の時より高めにして塗装しました。塗装はできますが気温の高い昼間に塗装したので暑さの方が大変でした。また新聞紙の動きを見てもらうと分かりやすいですが、それなりに風がある時に塗装しています。一番気になるのはホコリがつきやすいとかだと思うので、風が強くホコリがつきやすい時を狙って塗装しています。塗装前と塗装後のパーツを比較してみます。塗装中はいつの間にか糸くずなどがついたりしたのですが、そこまでひどくなるほどホコリはつきませんでした。細かいことが気にならないなら普通に塗装できます。見た目がザラザラしているように見えますが、これは使った塗料の特性でこのようになっています。関節などのブラックのパーツは水性塗料の赤鉄色で塗装しました。このパーツはレッドのパーツとは別の日に塗装していますが、やっていることはさっきと同じです。あまり意味はないですが、一応水性塗料でも塗装可能か確認のためにやっておきました。比較してみますが、このパーツも問題なく塗装できました。屋外でのエアブラシ塗装は気候に左右されたりどうしてもホコリがつく可能性がある点が面倒ですが、それさえ気にしなければ塗装できます。とりあえず先に塗装道具を買って塗装を楽しんで、お金に余裕ができた時に塗装ブースを買うのも一つの手です。ついでですがダークブルーのパーツはベルベットカラーのブルーで塗装しました。レッドのパーツに使った塗料のブルーバージョンです。これも屋外で塗装していますが、パーツが小さめのものが多かったので一番問題がなかったです。この塗料は F91 でも使っているので気になったら確認してください。ここからは軽く部分塗装していきます。部分塗装は筆やマーカーを使うので屋外ではやっていません。関節パースを塗装した時と同じ水性塗料を使っていて、水性塗料ならマジックリンで塗料を落として修正できるのでとりあえず筆で塗装しています。塗装して半日ほど乾燥させたらはみ出た塗料を拭き取っていきます。綿棒にマジックリンを含ませて軽くこすっていくだけです。強くこすると下の塗料が剥げるかもしれないので気をつけて作
業します。綿棒は赤ちゃん用なら細かいところも作業しやすく100均でも売っているので買っておくと便利です。必要なところまで間違って塗料を落としてもまた塗ればいいだけなので気軽に作業できます。関節などは100均のセリアで購入したマーカーで塗装しました。最初の方の塗装風景は録画し忘れたので途中からの塗装ですが、マーカーで塗るだけなので難しいことはやってないです。シルバーとゴールドを使って塗装しましたが、どちらもセリアのマーカーを使っています。お手軽にちょっとだけ塗装する時には便利なので助かっています。塗装が終わったら組み立ててからデカールを貼っていきます。ある程度組み立てた方が位置関係が分かりやすいので、デカールを貼るときは組み立ててから作業しています。シール式デカールがガンプラに付属しているのでこれを使いました。デカールが付属しているのは助かりますね。デカールを貼る前にパール塗料で簡単に塗装しておきました。他のパーツがメタリック塗料で塗装しているのにデカールだけ何もしてないのは寂しいのでパール塗装をしました。塗料が乾燥したらパーツに貼っていきます。シールなのでピンセットを使って作業するとやりやすいです。デカールを貼る位置は説明書に載っているのでなるべくそれの通りにしました。デカール表面にはパール塗装をしていますが特に問題なく貼ることができます。またデカールは余った印刷部分を切り取って再利用できます。印刷部分が大きめなので必要なデカールを剥がした後も周りに印刷部分が残っていたりします。デザインナイフなどで必要な分を切れば普通に貼ることができます。説明書に書いてある部分以外にもデカールを貼りたい箇所があった場合にやると便利です。特にシール式だと切って貼るだけなので楽です。デカールはこんな感じで貼っていきました。最後にトップコートをしていきます。部位ごとに組み立てているので持ち手をつけてそのままトップコートをしていきます。当然トップコートも屋外でやりましたが、この日は特に暑くて地獄でした。暑い時期は早朝など涼しい時間帯にやった方が良さそうです。屋外でも塗装できるとはいえ塗装ブースのありがたみを改めて感じました。トップコートが乾燥したら組み立てて完成です。それでは完成品を見ながら今回のまとめをしていきます。今回は屋外でエアブラシ塗装をしてみましたが、思ったより普通に塗装できました。何か面倒なことが起こるかもしれないのでなるべくシンプルに塗装しましたが、特に問題は起きませんでした。細かいゴミが多少ついている時もありましたが、エアーで吹き飛ぶくらいだったので気になりませんでした。ホコリとかが気になるというより屋外の気候が大変でした。屋外で塗装している時の自分の地域だと気温が30度ぐらいだったのでなかなか大変でした。また今回は気温が高い方だったので作業できましたが、これが冬の気温が低い時にやるとどうなるのかわからないです。あと気になることといえば住んでいる地域環境にも気をつけないといけないです。例えば海沿いに住んでいるなら潮風がどんな影響があるのか今回の実験からはわからないです。地域環境にもよりますが、塗装ブースが買えなくても塗装にチャレンジはできるのでとりあえず始めてみるのもいいと思います。ここまで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは普段はクリアカラーガンプラをメインに色々な実験をしながら動画を投稿しています。チャンネル登録前に他の動画も見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。